天然か、それとも養殖か、次世代の寿司店が挑む新魚を使ったアプローチ。養殖だからって絶対嫌な顔はしないと思いますね、そのアジの食べ比べっていうのでなんかお店でも普通に出せそうなクオリティですね。身質柔らかいですし、一個一個のこの繊維の細かさが結構あるなっていうのと、でもちょっとこうアジというより身質は島アジに近いのかなみたいな感じ。アジとの勝負というよりも別々の違う方向性でっていう表現でいけば本当にいい食材だと思います。夢味の今日フライを、あんかけにしてます、はい、この前生産者の方が来られて手渡しで僕はアジをいただいたんで、僕はその手渡しをお客様に渡しますっていうイメージもこれは持ってやってますって言ったらお客さんがって言ってくれたと思う。僕らの企業理念に世界一うまい魚を作り届けるっていう企業理念なんですけど、こういうふうになんか思いが届いてそれがお客さんに伝わるっていうのが僕らとして一番嬉しい。抜群に美味しい魚を世に送り出したいという思いから、株式会社サカナドリーム共同創業者の吉崎氏は、人生で最も愛するアジ科の希少魚カイワリに注目しました。不安定な漁獲量と養殖の難しさから、一般的に市場に出回ることはないとのことです。そこで養殖技術が確立されているマアジを片親に用いることで、最高峰の味わいと安定養殖の両立を目指しました。東京海洋大学発のベンチャー企業株式会社サカナドリームと特別タイアップ企画が実現。新魚種夢アジを人気と実力を兼ね揃えた次世代の名店で調理をしてもらうと、どんな料理や寿司が生まれるのか、今後の水産業界の課題解決の一助になるかもしれない新時代の魚夢アジの可能性を、今後の寿司業界を担う若大将たちと共に模索しました。ドリームさん、ちょっと夢味を見せてください。はい、お願いします。これが夢味ですね。はい。ちょっと味とは違う感じがする。こっちがマアジで、こっちが夢味。大将、この夢味を使って、はい、こうなったら美味しいだろうなって思うメニューを作っていただいてもいいでしょうか。かしこまりました。はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。この丸の状態での匂いとかって感じますか。これはどの魚もやっぱりあります。匂い似てますね。アジに、はい、その特別なんか特殊な香りっていうのはないですね。マアジの方がこうだるまっぽいまるっとした感じで、こっちはちょっとスタイリッシュというか、鱗もかなり、鮮度がいいっていうのもありますけど多いですね。しっかりついて、でゼーブもちゃんとここまであるんで、アジと同じですね。なんだろう、こっち半面はすごいアジに似てるんですけど、こっちが全然アジっぽくないというか、この腹側と背中側でこう見たら結構アジに見えるんですけど、お腹見るとまたなんか違った魚種に見えますね。アジってこんなになってました。いや、これは結構島アジっぽい感じですよね。やっぱり内臓脂肪。内臓脂肪。はい、餌は相当多分いいものを使ってまして、多分一般的な養殖魚3倍ぐらい枝のものを使っているのですね。なのでこう結構油の質、その餌の質がいいので、油のこう質もかなり良くなるのかなというのはなんかすごく感じてすごいです。
アジじゃないな。深坂さんといえばマアジの握りのイメージ結構あるんで。本当ですか。はい。まあこのいろんな魚がある中での位置づけというか、どういう魚とか、まあ良ければ絶対使いたいとか。良ければ絶対使いたいですね。うん個人的に一番好きな魚なので、おーアジ、その寿司にした時アジが一番好きですね。左が夢アジで、右が全然違いますね。はい。赤身が白と赤って感じ。この個体は結構大きい方じゃないですか。大きいですね。これでどれぐらい今日は？ 300前後ですね。はい。まあ改めてはいこうやって見比べるとどんな印象ですか？全然違いますね。これはでも本当貝割りとか、あとはまあ開いた感じエボダイとか、なんかそれに近しいものはありますね。じゃあこの状態から夢味を調理いただくっていう形で、はいそうですよろしくお願いします。はい。これで僕はいつもなじませて10分くらいですね。そうするとまあ少し水分出てくるんで、それは拭き取りますね。ちょっとこの瞬間に香り嗅いでみていいですか？はい。あ、でも全然ないですね。ない臭みがないですね。全く、はい、全く臭みないです。マアジも特にそのなんかネガティブな香りはないです。ないですね。はいこれ違いはないですね。ないこの時点での香りは。いぶします。おお。ちょっと茶色くなった。はい。普通のマアジに比べて脂があるんで、その脂をどう表現できるかなっていうので、まあ最初のいぶしだったり、これちょっと皮つけたまんま皮目を炙るんですけど炭で、まあ、そういった表現がすごい合う魚かなって思います。まあ、養殖だからまあ脂あるっていうのはあると思うんですけど、まあ、その中でも結構良質な油、臭みがないので、だったらその油を生かした調理法の方がいいのかなっていうので、ちょっと油ないと冷めにくいので、まあ、そこはしっかり炙ってあげて。普通のアジだとこうは絶対ならないですね。まあごまだれみたいな感じですね。ピーナッツだれ。香りがいいんです。梅味とたけのこの台湾風。ちょっと硬い。硬いです、結構硬いですね。こう見ると、はい、皮目はこれ夢味っすよね。夢味です。これはマアジに見える。館山のアジをぬか漬けにして干したんです。アジの、はい、アジのへしこを、はい、ちょっと鰹節の味節みたいな感じなんですよね。すごい香り良くて、これは夢味と味へしこの混ぜご飯、産地もしかも一緒ですね。なんか夢味がこういう風になるっていうのはなんか自分たちの中では全くサプライズで、めちゃくちゃ楽しみです。はい。調理工程を見てて、普段刺身とかそういった簡易的な形で食べてるのとは違って、いろんなこう夢の側面が引き出していただいているのが目の前で広げられてすごい嬉しかったです。夢味とルッコラのサラダで、
上が夢味とたけのこの台湾仕立てで、最後が、夢味と味へしこの混ぜご飯ですね。はい。まあ一緒にして食べた方がいいですよね。そうですね。じゃあちょっとトマトといただきます。初夢味いただきます。切ってた感じもかなりしっとりして、おしゃれすぎる。これドレッシングって何でしたっけ？昆布ですね。あ、昆布か、はい和なんですね。はい。しっとりしたアラとかな白身っぽい感じ、少なくともこの光り物青魚系のニュアンスは一切ないですね。今まで食べた夢味と全く違う感じの香りとかもあってアクセントもあって、でもなんか夢味の食感とかなんか油のりはすごい生きてる感じがあるのでめちゃくちゃ美味しいです。いただきます。はい。光り物とは思えないこう今食感ですね。この桜チップに負けてないですね。この油、夢味の油が普通のマージでこれやっちゃうとそのいぶしの香りと身の感じとバランス悪そうなんですけど、この夢味は結構相性がいいので、野菜とすごい相性が良さそうだなって思った。ザお刺身っていうよりかはちょっとこう料理を加えて、でなおかつこう野菜だったり酸味を効かせてあげた方がすごい美味しくなりそうだなって思ったっていうので、まず1品目にこのサラダ仕立てをご用意しました。ありがとうございます。ピーナッツだれ絡めて絡めて、はい、なんだこれ、でも中華だ。完全にバンバンジーっぽい。サワラ、サゴシの鮮度がいいやつみたいなニュアンスで、またこのソースとラー油が後からこうまずパンチが最初ソースが来て、はい、で後半ちょっとこうラー油が変わってくるんで、九州のサバに似てますね。あ、はい、向こうのそのごまサバ、生で食べるサバにすごい近しい味がしますね。こう食べるとめちゃめちゃうまい。夢味一番食べてると思うんですけど、会社の中で本当に確かにサバ系のなんかこう皮目の味わいとか、なんかそれを感じる感じ。でも香りがやっぱりこれは和ですね。和です。和ですね。これはここにやっと和が来ましたね。寿司屋で3品目にしてやっと和が来ましたね。いただきます。へしこが効いてきますね、後半で、でもやっぱちょっと鰹節っぽい感じっていうか、そうですね、味節とは分からない、はい、一番やっぱりプリッとした味っぽい食感を感じられるのはこの3品目のお料理かなっていう。でもこの卵黄とへしこによってなんかよりちょっと濃いめの味になるんで、これは味ですね、でも1品目2品目と本当味わいが全く違うので、調理工程によって何通りも化ける可能性があるので、すごい食材として魅力的ですね。洋食はやっぱりその洋食特有の臭みあれがあるんですけど、これは全くないですね。その味の食べ比べっていうので、なんかお店でも普通に出せそうなクオリティですね。全部同じ魚なのっていう感じの、本当に三者三様、食感も違うし、なんか味わいも違うし、不思議な魚だなっていう。不思議ですね。ここから最後締めで、そうですね、夢味と真味の、もうシンプルな握りの食べ比べ、よろしくお願いします。まあ洋食対天然でもあり、味対新品種でもあり、そうですね。切りつけた感じの印象とかどうですか？もう味でしたね。味そのものでしたね。何も変わらないって感じです。ただこう色味が全然違うので、7月くらいがかなり脂があって個人的に好きな時期ですね。でも見た目わかんない。色がちょっと違うぐらい、普通に味ですって言って出したら誰も疑わない。これでも触った感じはもういつもの感じというか、で今日の産地は今日が、島根県の浜田ですね。とろ系ですね。これは美味しいです。僕の好みの味ですね。これに勝てるのか。今日の一番の目玉ですか。うわ美しいな。
皆さんが言ってらっしゃると思うんですけど、島味ですね、ニュアンスはやっぱり島味。これはもうシンプルでやっぱうまい、うまっ。めっちゃみずみずしいけど油めっちゃしっかり。本当なんかそのいろんなジャンルの魚の間にいる感じですね。出してもいいなって思えるクオリティ。はいはい、出せると思いますね。全然それこそマアジの悪い時期コースに匹敵するクオリティではあると思いますね。ただ天然のマアジと食べ比べるとやっぱ別物ですね。なのでアジとの勝負というよりそうですね、もう別々の違う方向性でっていう表現でいけば本当にいい食材だと思います。多分今使いたいなって思うのであれば1貫目ですね。1貫目の昆布締めで薬味かませず昆布締めで表現っていうのが食べてみて程よい脂もあって美味しいですし、話題性夢アジっていう養殖の魚がありまして、それを1貫目に出しましたっていうのでもそれもすごい面白いですし、で1貫目にも全然いいスタートを切れるネタだと思うので、まずなんかこうクオリティとして大水さんまで扱っても遜色ないっていう言葉がまず我々として一番嬉しいです。こういうような使い方があるんじゃないかっていうのはなんか自分たちからはなかなか出てこないなんかアイデアなので、なんかそういうふうに教えていただけるとなんか自分たちの可能性も広がった感じがして、本当にいろいろご教授いただきありがとうございました。そこを定期的にアドバイスいただいてすごい、はい、ありがとうございます。大将今日お忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。基本的にアジってこう長細いなんで長方形に近いとかとんがってるイメージなんですけど、ちょっとこう顔も丸みがあって体に大きさに比べるとちょっと尻尾小さくて、この背中の厚みはやっぱりこうある。そうここやっぱ魚のここの厚みがあると、こことあと尻尾ですね、こっちの厚みがある魚は結構僕も市場で買うのでいつも、ここが結構重要というか、基本的には天然のいいお魚を豊洲だったりいろんな産地から買ってると思うんですけど、そうですね、アジって基本的にやっぱどこでも取れる、逆に日本だと結構どこでも取れる魚であり、ただその中でも美味しいアジって結構やっぱ少ないなっていう、相対数から見ての美味しいアジって多分すごい少ないと思うんですよね。僕は今回多分アジの養殖って初めてなので、ちょっと僕の勉強になるかなって。ありがとうございます。お店では他の魚含めて養殖のものを使ったりとかっていうこともあるんですか？今だと鳥貝が京都の育成鳥貝とか、いうものを使ったりとか、車エビも天然が入らないときは、養殖のものを使ったりとかしますね。その他基本的にあんまり養殖ってものは使わないですし、使ってる魚屋さんがそういうものはあんま使ってないんで。悟さんにとっても初めてのこの夢アジというお魚で、今回おつまみと握りを、この夢アジを生かした形でぜひちょっと調理いただきたいので、今日よろしくお願いします。お願いします。なんて言ったのかな、この香りを例えるの難しいですけど、でもこう悪くない魚の香りはしますね、やっぱり。魚によっても鼻近づけて嗅ぐとかなり違うもんなんですか？いろんな魚の種類によって違いますね。小肌とかいい時期とかだと結構海苔食べてて、もうなんか開ける前、もう鱗を開ける前からもう海苔の香りがするというか。柔らかいですね。身質柔らかいですし、一個一個のその繊維の細かさは結構あるなっていうのと、やっぱちょっとこうアジというより身質は島アジに近いのかなみたいな、ちょっと、島アジがアジではないんですけど。皮の引き加減とかはどうですか？ちょっと固めかなとは
皮が硬い。皮が少し硬い。多分その鮮度がいいからの一個の要因だと思うんですけど、鮮度悪くなると皮めっちゃ引きやすいんで。夢味の冷や汁です。夢味の冷や汁。はい、僕がもともとボクシングを始めた場所が宮崎で、そこで学んだその冷や汁っていう郷土料理とアジを合わせるっていう。じゃあ宮崎の郷土料理だ。そうです、宮崎の郷土料理です、基本的には。僕がその夏合宿終わってみんなでご飯食べた時の思い出のこのなんていう冷や汁な、合宿終わったねってみんなで食べる、その友達ん家で食べる冷や汁の味をちょっと再現して、今日はなんか僕の思い出の味です、これは。はい、いやー面白いですね。味だけに味だけに思い出の味。しかもシャリが入ってるんですもんね。シャリと一緒に崩して。いただきます。美味しい。これやっぱ和食ですね。ザ和食。あ、味噌のやっぱ塩味とシャリのこの酸味塩味と。いわゆるごま味でやったりすることがあるんですけど、塩味もちょうどいいですね。これぐらいで美味しい。シャリが持ってる塩味と味も多分今塩も何も振ってないんで、これぐらいが多分ちょうどいいですね。これに塩振っちゃうと多分強いで。つまり夢味フライってことですか？夢味フライ。おお、なんかいい名前ですね、夢味フライ。ロマンが詰まってる感じです。普通のアジフライで言うともっと茶色いじゃないですか。はいはいはい、そうですね。まあいい鮮度してるんで、逆にもうそんな火入れなくていいかなっていう。なんかちょっと周りだけ火入れたら、あと余熱でこう蒸し焼きにしてるみたいなイメージ。なるほど。なんかこう全部入れない、硬くなっちゃうので。次は夢味の今日はフライを、あんかけにしてます。はい。サクサクというよりは結構もうふわふわしてる。しっとり、はい、しっとりふわふわ。フライとあんかけ。おお、なるほど。ふわっふわ。もう噛まなくてもいい。血合いの臭さみたいなのが出るんですよ、アジフライって。でもこれ今切った感じ、まず血合いがまずピンクっていうその珍しいその火入れてるのに、まあ、鮮度もありますし、多分その食べてる餌によって変化するアジの香りなのかなと思って。じゃあ実食ぜひ。はい、いただきます。うまい。お上品。僕らがやる南蛮漬けって、いわゆるあれはアジを一回お酢につけて置いとくものじゃないですか。なんか出来たての南蛮漬けのイメージです。なんでちょっとこう酸味のあるちょっとお酢と、お醤油、ちょっと甘くだしを溶いてからやるっていう僕のイメージ。その冷や汁もシャリで酸味で、これもあんかけにお酢が入ってて、こう一個ずつこう酸味をこう入れていったことによって最後つながる寿司への道なのかなと思うんです。それは和食を学んで寿司も学んだ結果、僕は寿司屋なんで寿司を食べてもらうのがメインで、いわゆるつまみを寿司への準備段階であるべきだと思うんで、こうなんかちょっとずつ酸味を伝えていく、お客さんのその舌にまずめちゃめちゃうまいっていうのと、なんか1品目も2品目もなんか個人的にはザ・マージよりもなんかちょっと白身っぽい上品な魚が合う、なんかすごい夢味にこうぴったりのなんか料理にしてくださったっていうのがすごく僕としては感じましたし、僕が出すならこうかなっていう、そのなんか美味しく食べてもらうっていう、僕がもし寿司屋でこの味を使うとするならばこう出したいよねっていう思いの。はい、ありがとうございます。じゃあ握りいきましょう。はい、
一品目、これ何ですか？今日アジのたたきなめろう風です。見た目がこれ結構未知のフォルムですね。おお、ずっしり。うまい。味噌が味噌と。うわー、出ました。これは味噌が味噌ですね、本当に。生で食べると味で、火を入れるとちょっと白身に近くなるのかな。そうなんですよ。叩けば叩くほど臭くなると思うんですよ。シャリと合わせた時に。寿司のシャリの酸と魚の臭みって合っちゃった時に、そのなんかこう逆にこう出てくると思うんですよね、臭みが。こういう風に食べたことそもそも他のお寿司でも一回もなかったので、なんかそういう意味でめちゃめちゃ面白かったし、結構夢味ってなんかその油の乗り方とかその旨味とかも結構上品な方に近いかなって思う時もあるんですけど、なんか本当ここまでインパクトを寿司で食べたことなんか味わったことなかったので、なんかそういう意味でもまた新しい発見。ちょっとこう油が滴ってる感じですね。そうですね。めちゃめちゃうまそうですね。今日は、アジの磯辺風。アジの磯辺風、はい。なんか炙りサバ棒寿司の進化系みたいなイメージかも。なんだこれ。まず結構分厚めで、その逆に細かく線入れない。もう本当にこのままアジ食べてもらうってイメージですね。そもそも美味しいんで。まあ、いわゆる一回油をちょっと余分な油を切りたいっていうのと、あと軽く脱水。お寿司ってまあいわゆる形状ほぼ一緒なわけですよ。でその中で食感だったり味だったり香りだったりも変えてくるんですけど、一個こう手渡しっていう中で普通の寿司を手渡しするんじゃなく、こう海苔で巻いたアジっていうのをやっぱこう持っていくとお客さんの印象にも残りやすいし、僕がもし洋食の夢味さんを使われるってなった場合、じゃあなんで手渡しなんですか絶対聞かれると思って、いやこの前生産者の方が来られて、手渡しで僕はアジをいただいたんで、僕はその手渡しをお客様に渡しますっていうイメージもこれは持ってやってますって言ったらお客さんもって言ってくれたらと思って、世界一うまい魚を作り届けるっていう企業理念なんですけど、まあ、この世界一うまい魚を作りってところは、こう美味しい魚を作っていく上でこう自分たちの志とかここって終わりなきこう戦いだよねみたいなことを含めて作ってるんですけど、その後届くまで本当にいい状態でお届けするためになんかこういう並べ方の方がいいのか、これぐらいの方がいいのかなとかってなんかすっごい検証しながらなんかやってたりするので、なんかそれがこういう風に思いが届いてそれをお客さんに伝わるっていうのが僕らとして一番嬉しいことなんです。お寿司屋さんって基本的に魚を扱う職業なので、今後も魚ってものがなくならないように資源管理していきながらお寿司屋さんを続けなきゃいけないと思うんですけど、僕もまだ30なので、まあ、多分20年30年仕事をしていく中で50歳になった時に僕みたいに30代の子が出てきた時に魚がないんだよね、魚が高すぎるんだよね、魚食べれないんだよねって状態を作るのはやっぱ良くないと思ってますし、だから僕は養殖についてやっぱすごいもっと発展していくべきものだと寿司焼きとっても思ってますし、僕らもそういうものを使ってでも美味しくするっていう職人が今後の職人なんだなとは思います。日崎さんもありがとうございました。ありがとうございました。魚ドリームさんのファンになりまして、はい、ありがとうございました。やっぱり まず2軒それぞれ違うお店さんで食べさせていただいて、どうでしたか？こう合う料理とかを本当に考えてくださって、で今日も時間を取ってくださったっていうところに関してなんか本当に感謝の思いでいっぱいというところがまず一つですね。ありがとうございます。で結構寿司好きの方もそうですし、寿司職人の方とか飲食業界の方も結構見てくださってると思うので、本当に夢味に興味があるってなった場合、なんか商用展開というか、今ってそもそも販売してるのか、今後どうされていくのかっていうのをぜひ伺いたいんですけど。そうですね、一応今年の年初として本当にトライアルをしたっていうのが一番あるんですけれども、こう本格的には今年の秋から冬にかけてこう一定しっかり豊洲市場でも販売していける予定ではあるので、なんかそこに向けてご興味を持ってくださる方がいらっしゃれば会社の方に問い合わせフォームから連絡いただけるとお取引している卸さんとかをご紹介できるかなというふうに思うので、
基本的には魚ドリームさんからお寿司屋さんが直取引というよりは仲卸を挟んでという販売形態にはなる。はいそうですね。やっぱりこう自分たちがやりたいものって天然の本当に一級品に負けないような魚を作っていくっていうところがもう会社の一番軸になっているので、やっぱりこう本当に目利きがこう素晴らしい仲卸さんの方をこう避けて通れないというか、ある意味そういう方に認めていただいてなんぼだと思っているので、なんかしっかりと市場内を通して販売していくっていうことは割とした考えです。実は新しいこう研究施設もこうできまして、でこれから我々のやってる魚ってもちろん夢味みたいなこう新しい養殖魚っていうのもそうなんですけど、こうシンプルに既存魚種で誰もやってなくてでもすごく美味しくて、でそれを養殖していくみたいな取り組みっていうのもすごく今頑張ってたりするので、頑張ってこう来年また新しくいいですかお魚を出せるように準備してますので、またトライしていただければと、はい、よろしくです。お二人とも今日はありがとうございました。ありがとうございました。